皆さんこんばんは、サイラです。今回は Tales of Arise でアクセサリーで特殊効果は重複するのかっていう検証をやっていこうと思います。このチャンネルは新作ゲームで攻略に役に立つ情報や難易度の高い謎解きなどを紹介するチャンネルです。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。前回はダメージっていうところに特化して検証しましたが、今回はそれ以外のところも含めて特殊効果に絞って検証を行います。数が多いのでよく使うかなっていうものをピックアップしています。あとコメント欄で教えていただいた反撃ダメージ、こちらも検証していこうと思います。それではまず一番初めに反撃ダメージの確認をしていきます。アクセサリー装備なしの通常時のダメージと、アクセサリー装備なしで反撃ダメージが入った時と、アクセサリー装備ありの反撃ダメージ、この3種類で確認していこうと思います。それでは移していきます。これはやばい。めちゃくちゃ強いですね。コメント欄で教えてくれた方ありがとうございます。敵の攻撃モーション中に当てないといけないので結構難易度は高いかなと思うんですが、入れば3倍程度のダメージっていう感じになりました。厳密にはフィートマークの攻撃力プラス15があるので、それを加味するともともと27042のダメージが31098になるだろうと考えると 2.8 倍ぐらいのダメージアップでした。アルフェンは習得スキルの中に反撃時ダメージアップっていうのが2つついています。これの効果と装備の効果っていうのは重複しているようなんですが、計算式が特殊みたいでいまいち計算式分かりませんでした。これが2個ついているアルフェンで装備を外した状態だと 1.6 倍のダメージアップ、1個しかついてないキサラで 1.55 倍っていうダメージでした。装備効果を乗せるとさらに結果が変わるっていう感じで、おそらくかけてる場所とかそういったところが違うのかなと思います。この動画ご視聴している方で計算式がわかるよって方いたらコメント欄で教えてくれると嬉しいです。ちなみに反撃時ダメージアップのスキルがないようなこういうキャラ、これで反撃時にダメージ与えてもダメージアップはつきませんでした。クリティカルダメージのような固定ダメージアップっていうのは特になくって、あくまでもスキルによってダメージアップしてるっていう感じみたいです。雑魚戦相手ですとなかなか狙って出すって難しいのかなと思うんですが、1対1のボス戦とかっていう時は非常に有効かなと思います。ただご利用しになっちゃうところもあると思うので、その辺使い分けが必要かなと思いますが、バトルマニア4つよりも反撃ダメージ4つの方がいいと思います。続いて属性ダメージ軽減の確認をしていきます。結構地味に見えて最大 90%、 もし軽減されたら場合によっては特定の敵相手に特化対策としてはありなんじゃないかなと思います。それでは移していきます。ちゃんと減りましたね。元が476のダメージからスタートしていて、半分で238、90% ダウンで47、本当に10分の1になってますね。どうしても勝てない敵がいて属性が1種類しかない場合、非常に有効じゃないでしょうか。2種類だった場合はメインは 50% オフでサブの方で 40% オフ、そういう組み合わせもいいかもしれないですね。これは場合によっては光る可能性がある。地味ですけど結構有益な情報なんじゃないですかね。攻め一辺倒で倒せる敵だったらいいですけど、守りをしっかりしないと勝てないっていう時はこの組み合わせ考えてみるのもいいかもしれません。続いて移動速度の確認をしていきます。正直地味なスキルですよね。移動し続ければ食らわないっていうことでマンティスの時に移動回避結構役に立ったと思います。ただそれ以降では正直実戦では使い道ないかなって感じですかね。興味本位っていうことでどのくらい上がるのか確認していこうと思います。それでは移します。
強化済みのキャラめちゃくちゃ速いですね。これびっくりしました。戦闘っていう意味では逃げ回って死なないようにするっていうところで、もしかしたら使い道があるかもしれないですね。フレームレートっていうのが60になっていて、1秒間に60コマ出るっていうところがあって、今回で言うと強化済みアクセサリーの場合は3秒04で到着しました。若干誤差あると思うんですが、そのくらいで、コマ数は184。アクセサリー強化なしの状態が4秒02、242コマ。アクセサリー装備なしが5秒46、346コマですね。こう考えると完璧版にすると倍近く速くなってる、そんな感じですね。数値だけ全部足し算すると 110% になるので倍以上になってるかなと思ったんですが、これはちょっと違うみたいですね。あとは比較するときに全く同じ条件ってできないので、少しよれたりとかそういったところがあるので、そういう誤差かもしれないです。いずれにしても装備したらめちゃくちゃ速かった。これはネタとしても面白いですし、もしかしたらどっかの戦闘で使えるかもしれないです。1個作っとくと面白いかもしれないですね。残念ながらこのアクセサリー装備してもフィールド移動は全く変わりませんでした。これが本当に 110% とかそういう感じで速くなるんであれば全然使い道変わってくるんですけど、やっぱり戦闘に限定して速くなるっていうだけみたいですね。これは少し残念でした。続いて詠唱時間の検証をやっていきます。アクセサリーがなしの状態、ミスティシンボルのアクセサリーのみの状態、ミスティシンボルを全て強化した状態、今見えてる感じですね。これらで確認していこうと思います。術はディバインセイバーを使っています。特に理由はないですね。よく使うからっていうのでこれを選んでるって感じです。それでは移していきます。このような感じでした。コマ数で考えると217と291と363になってました。363に対して 20% 短縮なので 0.8 倍をすると290。1の誤差ありますけどほぼ合っている感じかなと思います。363に対して 0.6 をかけると217。これはぴったりですね。このような計算式になっていると思います。きちんと重複もしてるし時間短縮されていますね。リンウェル使っていてよく術発動する方はわかると思うんですが、術を何度も打っていると詠唱を短縮みたいなセリフと一緒に発動時間が短くなるっていうことがあります。ただしこの短縮できる時間っていうのは限界があるみたいですね。一番強化した強化済みのマイナス 40% のアクセサリーを装備している状態で AG2 しか消費しない術、これを発動しても速度は変わりませんでした。何度打っても同じ速度でした。ただ AG4 とかの上位術とかそういうのを使うとやっぱり短縮はされているので、これもかなり使えるんじゃないかなと思います。プレイスタイルによって小さなスキーを術でついていきたいっていう場合はこれすごい有効ですし、一発のダメージが欲しいってことだったら反撃ダメージがいいですし、そんな使い分けはできるかなと思います。今回の検証は以上で終わります。他にも検証したいスキルはあるんですが、動画の時間がすごく長くなってしまったので一旦ここで終わって次の動画で公開しようと思います。コメント欄でいただいた通り反撃ダメージがすごい高かったですね。今回4つ紹介しましたが、その中でいつでも使える安定しているのは詠唱時間ですかね。これは敵も問わず状態も問わずどんな時でも常に短縮有効ですね。それ以外3つっていうのは多少なりとも癖があるっていう感じですね。いずれも場面を考えれば使い道はあるのかなっていうところですね。移動速度はちょっとネタ枠っぽい気もしますが、面白いので使ってみてください。反撃ダメージはボスに特化したらものすごい効果高そうです。属性ダメージ軽減はこれもボスだと思うんですけど、使ってくる属性が限られている場合は非常に有効だと思います。今回の結果はいかがだったでしょうか。感想をコメントで残していただけると嬉しいです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。